怪しいネクラな、魔法使いの兄ちゃんから、なんか、市場価値10円程度のビー玉を、山賊に取られたから取り返してきてくれみたいな。よくわからん。盗賊とは、一体みたいな。ここに、ストーリー上、全土だ。なんで次回イベント消化して、時間では、ぬるっと作者が自分で遊ぶ玉露の続きものボリューム8第3回に入ります。今回おそらくエピローグ見て終わりとかになると思うんで、後半はまた2% の見てないところを潰したりとかやっていく予定でございます。多分、おそらくきっと私はそんなところで終わったような気がしている。はい。で、一応初めにこんな感じなんで、初めて見る人は一時停止してみてね。というわけで、ぬるっと始めていきます。そうですね。ボリューム8のクエストが無事終わって、エピローグ。急にこっから始まんのって気持ちにちょっとなってます。まあ今回シリアス回なんで、ちょっとシリアスなシーン茶化してもしゃあないんで、黙ってる。裏話みたいなことができるところ以外は黙っときますわね。まあ頭のおかしいあんちゃんから頭のおかしいアイテム奪還依頼を受けたので、回収してきたよって。で、このままほっといたら、頭のおかしいあんちゃん過労死するから、なんとかして説得して、作業やめえやってツッコミを、つって作業を止めさせるよみたいな話になっています。いやー、頭のおかしいキャラを正気で描くのだいぶしんどかったですね。こういうのね、描くの上手い人は本当すごいと思うけど、私はこういうの、ちょうど、あまり、あれだったので、だいぶここの辺頑張って描くの苦労しましたけど。まあ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 、頭のおかしい兄ちゃんも、がいたよというだけの話ですね。休憩時間。そうそう。おそらく、あのメンツの中で一番、ブリザルドは、死を知らないというスタンスにあるというので作ってますね。まあ、前回か前々回のバーでも出た話だけど、まあ、アグネは弟を、自分が生きてる時に弟を亡くしてるし、で、まあ、ね、まあ、ライスは、なんかもう孤児だったし、みたいな話から始まるし。で、まあまあまあ、サイさんとバイソンについては、まあまあまあ、どこまで情報出てるかわかんないからちょっと黙っとくけど。なんだけど、まあ、ビードルドは、自分が生きてる間に家族が死んだこともなかったし、自分の友達が、わかる範囲で死んだこともなかったし、っていう状態で、まあ、自分が真っ先に死んだし、まあ、なんなら、気づいたら死んでたレベルの即死だったから、もうね、経験上ね、死に関する経験がめちゃくちゃ薄いんだよっていう話になります。では、ウィザルドは、自分に頭がいいという自覚があるから、自分の、自分の特技みたいなところは、知識、知恵だと思っているから、他人の言ってることが、自分の人生経験がないことで共感できないことが、なんか、すごい嫌なんだよね。
嫌というか、自分の特技に対する傷だみたいな風に思ってるから、そこでめちゃくちゃ悩んでる回だったんだけど、ここで吹っ切れて、わかるかんなもんって言えるようになったという。何でもかんでも自分の知恵と知識があれば分かってあげられると思ってたけど、そんなことはなかった。分かんねえもんは分かんねえよっていう結論が出て、いいから寝ろという結論にたどり着かれて。で、まあ、ただ、最終的に、いいから休め寝ろっていう結論に至ったんだけど、実は V ドルドもなんか、煮詰まって悩んでて、しーちゃんと会話した時に、しーちゃんに最終的に、休みなさいって言われてたのでまあそういうのの、ちょっとした対比にはなっていますね、最後の結論は。いいからみんな寝ろ結論です。はい。というわけで次回予告。昼休会だったから次多分ギャグ会なんだよな。でももうボリューム9だと。サラスピットグさん、じっくり読んだ。ありがとうございます。みんな寝ようはい。で、これ後日談の方か。そうですね、後日談から始めたからちょっと、こっから見た人はミネアンなんやねんみたいな話ですけど、まあ前回を見たりとかしてね。最近割とそう、次回予告で後日談みたいなちょっとした解決を出すことがありますね。多いですね。はい。はい。これもそうね、一番今回の話の入りが、ライスが盗み食いをしてるところから始まったので、ここ完全に同じ流れですね。こういうのいいよね、オープニングとエンディングで似たような流れになるやつ。では、他人の気持ちなんて分かんなくていいんだよっていうことで。はい。より話が、スムーズに進むというか、より冷たくなりましたという結論なんで。というわけで、まあ、本編のちょっとした後日談みたいなところを紹介しつつ、今度はサイさんからの、まあ、ちょっと依頼に関する話があるよというわけで。まあ、今、メッセージいいタイミングで送っちゃったら、緑化委員会からやべえ依頼が来るぞと言われて、全員が固まってしまうと。バイソンがマジレスをしている。サラスピットグさん、緑化委員会だ。はい。やべえ団体ですね。まあ、でも今回は一応表の活動だから、普通に緑化と聞いて思い浮かぶような範疇の話だぞみたいな話には一応なっています。8分で終わっちまったなぁ。まあ、とりあえず先に、なんかいっぱい空いてるから、なんかいっぱい、こんなに空いてんの？請求122さん、やべえ団体、大隊団長が。はい。あれここで開くんだっけ？これは、ボリューム、あれですね。ボリューム8が終わったからっていうより、ボリューム9でっていう。運動とエコテ、リストの側面を合わせ持つ。はい。じゃあ、ミデールのバーだけかな。残りの2つ多分あれボリューム9の話だと思うので、ちょっとバーだけ。
いや、覚えてないけどね。これもうボリューム9分かもしれないけどね。本編であまり出番のないヤマトくん。まあまあ、黙っておこう。まあ、あれですね。サイさんとバイソンと、あとバイソンとヤマトの関係性について、ちょっと開示しておきつつ。まあ、自分のことなら何言われてもいいかと思ってたんだろうね、多分ね。そうそうそう、この条件だと、先輩3人組も当てはまっちゃうよね、みたいなところは、好みじゃないの一言で終わります。まあね、恋バナができるキャラじゃないよね、という。はい。というわけで、まあね、恋愛周りのところもちょっと紹介してって感じですね。はい。どうしようかな。とりあえず、8、今のバーは8のバーだったよなっていうのを、ちょっとだけ見とこう。あ、そうですね。よかったよかった。ちゃんと8のバーでした。で、これ9でしょ？うん。よかった。合ってた。まあ、次回楽しい話ではあるんですけど、空いてないところを開けに行こうかな。ボリューム5をサイさんを含むパーティーでクエストクリアだって。そう。なんか一応ね、ここの、ここのクリアレート見て、100% 目指すこともできるし、とはいえ、サラスピットグさん、与えられる愛でただ咲く植物のような心持ちのサイさんだった。ですね。平和。まあ、ただ、まあ別にちゃんと、バーだったり、あとイラストだったり、の、もうちょっとちゃんとしたところだけ開けたいようであれば、記録保管とかのこのハテナのところの開示条件だけやっていけばいいよみたいな作りにはしてありました。というわけでちょっとこれ、だいぶ前の回ですが、サイさんを含むパーティーでですね。これ初のスキップか。はい。普通のクエストはメンバーが違ってても大筋の流れは一緒。いずれかのメンバーでクリアすればスキップは解放されますが、メンバーが違えばイベントの内容が異なったり、発生するイベント自体が変わることもある。まだ見てないイベントもスキップされてしまうと困るから、
少しでも未読があるイベントはスキップ無効。ほんの1行だけ変わるみたいなことも結構あるんだけど、使用上よろしくねっていうわけで。はい。これは、あれですね、なんか操りの杖だっけな。なんかやべえマジックアイテムで操られてるおっさんがおるから、そのおっさんを追跡して犯人を探そうみたいなことですね。クエストだったような気がする。まあ、ライスの時は、あのおっさんに発信機をつけて追跡したんだけど、サイさんはどうやって追跡するんだろうねということで、サイさんを選んでおくと、サイさんの謎の技術が見れるという。謎の技術。怪しい目で見られている。はい。多分、いや、これは続きでメタだからスキップはできないのか。でもここの流れはまあほぼほぼ一緒なんだけど。でもここで変わってくるのか。ここは差分があるところなのでスキップできないですねということで。では、クリア済み扱いなので、多分スキップができるはずなので、スキップができなかったということはここも差分があるな。まあ、スキップできるときはバリバリ飛ばしていきますよ。最初の一言二言しか変わんないんじゃないかな、これ。サイさんが起動しますかっていうぐらいだろ、多分差分あんの。こっから多分一緒だと思う。サラスピットグさん、作り込んでる証拠。やったぜ。まあね、キャラゲーなんだからね、そういう差分はしっかりしないとね、みたいなのは思って頑張ってやってるけど。この辺はもう皆さん読まれた、この投資プレイを追いかけてる人でも読んだはずのイベントになりますので、まあまあまあ、ちょっと、私は、チラ見しながら裏でピクミンブルームをやったりしていますね。まあなんか結局、このテレポーター使ったら目的地まで行けそうだけど、なんか使うと自分らが追跡してるのバレるから使うのやめようぜみたいなイベントだったような気がします。そうだね。最後も違うね。いやスキップが。スキップしないよ。キャンセルをしちゃった。バカ。オートパンチャーが、勝手に先に進まないように決定じゃなくてキャンセルを連打するような設定をしてるから、ぼーっと見てるとね、はい、いいえの選択肢キャンセルをされていいえになっちゃう。まあ、ゴーレムの話は、放っておこう。まあ、ちょっとこの辺はもうみんな読んでるよなということで、連打していくわよ。では、バトル、
いつものあれができるんで。つくすれゲーによくあるスキップができるようになってるんで。ここも飛ばせなかったので、おそらくサイさんがいるからということで、何か進む。サラスピットグさん、2階。そうそうそう。そうだね。サイさんがいるから、ちょっと喋るぞで。ここから先多分一緒なんやろな。どうだったっけな。あ、でもスピーカー切ってるっつったから多分2人で喋って終わりかな。サイさんが挙げた例、おおよそ緑化とあたりがやっててもおかしくないことなんだよな。おおよそさ、お前それ自分がやってることじゃないのかみたいなのがちょっとあるんだよな。違法薬物の栽培が真っ先に出てくんの。それ、ね、自己紹介してないかみたいな。ちょっとああいうのの選択はね、意識してやってますよ。ここもスキップできなかったな。まあな。あ、そうか、食事会か、食事会。サラスピットグさん、そんな緑化委員会はクリーンな集団ですよ。ほんまかーいや、まあ、クリーンな団体ということにしておこう。1922さん、確かに違法薬物製造するリーフバリアは見たことあるけど笑う。あ、私も見たことがある気がするな。ちょっとどの作品のどれとか覚えてないんだけど、記憶はある。見たような記憶はある。あ、そうだね。これも、飛ばせないよね。結構差分しっかり作ってあんじゃん。それにね、ここまで来てしまうと、残りをイベント個別のスキップはないので、この辺の流れは全部一緒だと思う。ちょっと。サイさんのセリフが始まったら止めよう。1922さん、自分はブラさんシリーズで見ましたけど、サラスピットグさん、操作パートだ。操作パート。最近あまり出てこないそう。操作パート。たまに入れるしか入れないからさ、毎回実装の仕方忘れて過去のやつをね、見るんだよね。あかん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 。まあ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 、この辺はみんな読んだとこのはずだからね。そう。あ、サイさんが私も遠慮しておきますって言ったね。まあその程度の差で。ライスが入れてるツッコミと同じ内容をサイさんが言ってるぐらいだね。ちゃんとそこ作ってあんだよな。頑張ってたな。昔の私は。まあ、今でもやるとしたら、ちゃんと書くけど。あと、この兄ちゃんと話をして、さすがに最近投資プレイで一回やったから流れは覚えてます。さすがに。で、EXIT。そうね、サイさんアルコール飲まないからね。ちゃんとこのコップ用意したな。うっすら思い出した。多分ここ流れも一緒ですね。5人で喋るところだから。そうだね。この辺の流れあったもんね。
とりあえず連打します。シフトをして連打しちゃえば、一瞬で終わるんだけど、そうすると、本当に未読のところガーッと飛ばしちゃうから。はい。で、多分食事会は全然違うメンツなんで全然違う流れになるはず。そうだね。ライスが大量に飯を食う会。サラスピットグさん、ザックのお家だ。マップ打つのめんどくさかったから1枚絵だよ。どっかのフリー素材を加工したよ。まあね。それはこの3人だったら、つか、サイさんいなかったらこうなるよなって。っていう。はい。ぼーっと見てるのはね、何書いたっけなこのシーンって思いながら見てるからですね。そうだね。ちょっとこの辺は先の話の伏線になってるね。現場作業やるのがアルと B やだから、まあもう一周やった話なんで言うけど、ボス戦の時にアルとミヤが乱入してくるのはそういうことっていう話ね。あのシーンでアリサとザックじゃなくて、アルとミヤが来たのはそういう役割分担があったからだよっていう。過去について外部には話せないよっていう話がちょっと出たりからとか。まあ、ちょいちょいいろいろ直近の伏線だったり先の伏線だったりはいろいろと入れたりはしています。まあ、料理できるメンツがいないなぁみたいな話をすると、はい。ここで物おじせずバイソンに話しかけられるのは、まあ、アリサの性格というか、ヒロイン力だよな、みたいな。で、まあ、バイソンは、とっつきづらくはしてるけど、別にね、アリサに対する敵意はあるわけではないので、まあ、手伝ってはくれるよねという。この辺は意味もわからずみたいな話については、ボリューム8の前回の話で確か少ししーちゃんが喋ってましたね。
サラスピットグさん、アリサさん勇者のヒロインだけありますわ。そう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 。まあまあ、ちょいちょい怪しい伏線の話もあったりとかはしつつ、はい。まあ、案外平和に食事会が終わったねという。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。オートパンチは今オンかオフか分かんなくなってきた。連打中って書いてある。止まれ。スキップできたイベント。これ多分キャロルが連絡してくる回だよな。そうだね。さっきスキップしたイベントでキャロルからいろいろあってミスリル原石を借りることができたし、確かあと犯人の目星もついたかもみたいな話があったような気がする。パイさんの敬語は、なんとなく丁寧な喋り方をしているだけであって、もうちゃんと敬語が使えるわけではないので、なるほどですねとか、そういう間違った言葉をよく使ったりはするのは意図的にやってます。この辺、今回この後確か道が崩落するんだけど、その辺のちょっとしたフラグみたいな会話だったりしたわけですね。どうというわけで、マップが広がって、今ふと気になったけど、ここでセーブしたらちゃんと4の7になるんかな。ちょっと見たい。請求122さん。ではそろそろ仕事へ。はい、いってらっしゃいませ。ちゃんと4の7になってる。よかったよかった。最近不具合があったところだからちょっと怖くなっちゃった。よかった。ちなみに、このバトルスキップだけど、バトルスキップやったら一律でテンションがちょっと増えるようにはしてあるので、スキップしまくってるせいで、ボス戦でテンションが足りなくて積むみたいなことは起きないようにはなっています。あとイベントのテンションボーナスもあるしね。まあ、無事抜けたよみたいなイベントが消化されて。で、ボス戦1回目で、悪い姉ちゃん単品があって。プレイ時間の枠使ってアキラ表示してるんだ。そうそうそう。プレイ時間だっけな。何使ってたんだっけ。まあ、この下のところ、これ使ってやってる。そうそうそう。一応ね、気づく人が気づいてくれたらいいな程度ではあるんだけど、今これだったら7の9になるはず？なった。っていうのはちゃんとやってたんだけど、前回、とあるクエスト、前回かなじゃないな、だいぶ前に、ボリューム6で壊れてるのを見つけて直したみたいなのがありました。で、2回目は、アルとミーアが来たけど、操られちゃったので、ボスの悪い姉ちゃんと、アルとミーアの3人と戦うよってバトルがあって終わって、この辺の流れはもうまるっきり一緒なんで差分なしでスキップが効きますね。ここはさすがにね、この2人の終わり、締めだからね。お疲れ様でしたということで。早く帰りたいの。サイさんは。スキップするを押し忘れたら、まあ、お前オートパンチはでのんびり見てるから。
ちょっとこれ飛ばせるイベントらしいんで、ここはもうさすがにシフトを押しながら連打して飛ばしちゃいますね。またなるほどですねって言われた。アホっぽくて好きなんだよな、なるほどですねってセリフ。で、これで無事クリアレートが 100% になったので、バーが開く。そうだね、さっき開いてなかった。一応見に行こう。デバッグ兼ねてるんで、こういうの見に行くの大事なので、これ、ボリューム5のバーの開示されたから、バーが開いて、バーが見れるよ。これあれですね。多分、あれだな。ヤマトとバイソンの関係性の話だな。まあね、ものによっては、バイソンとサイさんに特にそのような関係性はなく、ヤマトとバイソンが、くっついてるようなやつもあったりはして、なので、どうしようかなと思って、まあ結論として、こういう不健全な関係性にすることにしましたね。まあこの辺の話はまあおいおい、なぜバイソンはあれだけサイさんにベタ惚れしてるにもかかわらず、不健全な遊び方をしているのかみたいな話とかも。まあ、いずれはゆくゆくは出せると思うので、はい。まあね、ガチ純愛ゆり勢からしてみたら、はーって感じだとは思うけど、まあちゃんとその辺は考えてやっているので、はい。で、まあ、ヤマトはヤマトで何かあるぞみたいな話。という話だよってやつですね。さっきやったバー、これの後に見とかないとちょっと話が繋がんなかったんじゃないのみたいなのはあるんだけど。まあ、ボリューム2の開始ぐらいでしーちゃんが言った通り、マルチロートシングルエンディングなので、見逃したイベントもあったという体で進むから覚悟しろなので、はい。皆さんは普通に遊ばれるときは、シナリオが気になる方は、ちゃんと 100% にしてから次を待ってください。ですね。はい。サラスピットグさん、ねっとりしている。うぶ。ああいうのね、書くのは好きだけどね、人前ゲメ。実況しながら見せるのはちょっとね、みたいな。私の恥ずかしさゲージが上がってしまうからね。というわけで、あと、記録保管庫的には、ボリューム4チャレンジモードだ。ボリューム4チャレンジモードだ。ボリューム4は、砂漠でドラゴンと戦うのが、まあ、大体ボス戦なんですけど、砂漠なので、サイさんと誰かなんだけど、砂漠なので、一緒に行くメンツによって、難易度に差があって、ブリザルドと一緒に行くと、ブリザルド当然熱いとこダメなんで、めちゃくちゃ難しいモードなんですけど、めちゃくちゃ難しいモードをクリアしたことに限り、バーが出るというチャレンジモードやんなきゃな。と、あと、ボリューム1が全然、組み合わせ終わってないはずなので、その辺ですね。どうしようかな。45分。じゃあまあ次回予告も兼ねて、次回のタイトルカードだけ見せておきましょう。コメディ界と言っておきながら、なんだこのタイトルカットはですね。はい。これ消せるようになってるじゃん、これ。これちゃんと消せるようになってるし、なんだら、この後で、文字なし版もちゃんと見れるようにしてあるんだよ、これ。はい。
ということで次回サイさんが主役だよという分かりやすい絵でした。葉っぱね、もうちょっとね、サイさんの方しっかり書き込んで塗ってあるから、葉っぱしっかり書き込もうかなって最初書いた時は悩んだんだけど、でも、色数の制限が一応あるから、特にタイトルカットは1枚しか使えサラスピッないので、トグさん、セクシー。イエーイ。そうそう、ちゃんと健全ゲーで出せる範囲はこんなんだよな、みたいなのを意識してちょっとやってましたね。まあ、で、タイトルカットは、例の、4枚画像を重ねて疑似的に色数を増やすやつが使えないのもあって、あんまり書き込んじゃうと、ノイズが字座がいっぱい入って嫌だなと思ったんで、あえて葉っぱは単純な絵にしました。はい。ちなみに、また出したりとかできる。はい。というわけで、次回のタイトルカードはあんな感じになってました。はい。先のタイトルカードは始まんないと見れないでいいんだよな。で、これも今日はシンプルだからクエストクリアで見えるよということで、よかったね。はぁ、じゃあ無事なんとか場も持ったところで。一番上にセーブをして、ちゃんと9の1になったことを確認してから、まあ、終わるというメニューは作ってないので、×をして終わりましょう。終わりいやー、やっぱあれだな、エピローグで終わらせちゃうと、エピローグ直前で切っちゃうと、その後、エピローグからの時、めっちゃ、場をつなげるのが大変で苦労しちゃうな。はい、おつわりでーす。しかもね、ギャグ会だったらね、やんや言いながらやれるからいいけど、シリアス会だからね。まあ、なかなか、進めてる側としてはしんどい回ではありましたが、まあ、なんとか終わってよかったかなと思います。はい。で、まあ次回は、まあ一応ギャグ会なので、タイトルカットが不穏なのを除けばギャグ会なので、まあコメディ、ギャグというほどギャグではないな。まあコメディ会なので、まあ、次回以降はちょっと楽しい気持ちでやれるんじゃないかなと思います。はぁ。ってことは、ボリューム10シリアス回、そうだな。さすがにここまで来ると消去法でボリューム10が何の話かわかるので、あれかーってなってますね。はい。まあね、シリアスな話をね、人前でやるのはね、ちょっとね、恥ずかしいところはあるんですけど、まあちょっと頑張っていこうかなと思います。緑化委員会好きなので楽しみ。やったぜ。まあ、言うほど緑化のメンツは残念ながら出なかったような気がするんですけど、まあでも出るっちゃ出るな。はい。まあ。楽しい話にはなっていたと思うので、サイさん主役の楽しい回なので、お楽しみください。はい。では BGM も終わりに近づきましたので、締めていこうかなと思います。はい。まあまた明日もね、寝坊しなければやると思うので、よろしくお願いします。はい。では、またねもいただきましたので、配信の方終了とさせていただきます。また明日よろしくお願いします。サラスピットグさん、またね。